おはようございます。今日はですね、ボートシーバスビッグベイト便乗ってきます。僕は島根県の中海に来ております。今日は一緒に準備はできたかな。こんだけだ。行きましょう。めちゃくちゃかっこいい船が車から近いの最高。おはようございます。よろしくお願いします。船長の下村さんです。よろしくお願いします。ブルブル号めっちゃ嬉しい。トップノットですね。 31？ いや、27？ あ、28フィート。こんな大きいんだ。今年出たばっかりの方です。小さい川、もうすぐ湖なんですか？すぐ出ると次大橋川っていうでかい川があって、そこから中海か新宿、さあ自分ももう昔からたくさん名前は知ってたんですけど、アマテラス安城線でアマテラス道場ですよね。ですね。なんで道場なんですか？渋くてもジャイアントベイトを投げ続ける人がめちゃくちゃ多いんで、いつからか道場になりましたよ。すいません、頭気をつけてください。唯一過去一人だけ頭ぶつけてるんで。いい、これは首がもげるやつだ。うい、もう大丈夫です。ブルブルのタッグバトルもボートバトルできますね。いや、ぜひお願いしたい2です。隻か3隻で。さて、今日は缶の中がスカスカというあんまり経験のない、普段はねこのルアーケースでいっぱいなんですけど、この中入れとく。おそばのテストからいきます。私プロトでいきます。竿をよこせ。失礼いたしました。やっぱりトップが楽しいと思いますけど。いや、このレールのないのがなんかきつい子って感じでいいですね。こういうビッグベイト便に乗り来るお客さんっていうのはシーバスアングラーとしては上級者の人が多いんですか？それでいきなりこの道に入ってくる人もいるんですか？それガボッツ？この間の木更津のオルカさんでもガボッツバンバン出て90オーバーも出ましたね。なんかみんながこう動かしてるとこれ不安になるじゃないですか。こんなんでいいんかなって思うんだけど、結局数も型もこいつが持ってきましたね。ホースガイル使うの上手い人はショートダイブとロングダイブを上手に使ってその浮上アクションが上手ですよね。キャストが気持ちいいですよね。こういう穏やかなとこででかいルアーをねぶっ飛ばすの。山さも釣れそうな地形ですよね。外側あんまり能登半島とか九州に比べて存在感はないかもだけど、フィールドは絶対いいですよね。出雲松江ってなんか古い町じゃないですか。歴史ある、だから対馬とかなんだ歴史に名を残してきた都市のフィールド感ありますよね。平正はそういうとこにいっぱいいる気がするんだよな。船長は人としてはねこうちゃんとした人はいっぱいいるけど、なんか釣り人とか漁師的な視点で言えばネジが 1,2 本飛んでる人多いですよね。自分も20代の時三浦半島の高政丸って長井港の船宿めちゃくちゃ使ってたんですけど、チャーター専門なんですが、夏はシーラ船をイワシもチャミングできるって感じで外さないんでシーラ船チャーターしてやってたんですけど、カツオのラブラ見つけた瞬間にカツオ漁師に一変しちゃうんですよね。本当に変わるんですけど、あれを聞いてないと多分みんな怒るんですけど、先にそういう船長だからそれすらエンターテインメントとして楽しむねってチャーターした同船者に言っとくと、もうみんなただの従業員のように突然これで釣って一本釣りそうで労働させられるんですけどね。それが面白くて、昨日もおかっぱりやってたんですけど、自分はビッグベイトばっかり投げてたんでゼロだったんですけど、なると地元の佐藤京也ってデッサの子は10キャッチぐらいしてたんで、なかなか全国デイゲームでさらっと緩い揚げ潮を打って10キャッチなんてないですからね。ここ島根県。はい、じゃあアルゴで。トップって一個一個全然違いますね。面白いな。おお出た。一個一個全然違うななんつって、いい動きだななんて。ああ外れた。見えてました。見えました。あ、見えた。食ったのは見えてる。惜しかったです。この辺でボーンです。ギラギラがいいのかな。アルゴの動きがいいのかな。ホースガイル強そうだよ。ブロイン190。でもブロインにならないと思います。こうブロインじゃなくなってきちゃって。でもダーティング専用ので特化してて、ミノとしては難しいだろうみたいな。ビッグゲーム用ジャークベイト3番目。こういうやっぱアホなのがいいですよね。ブルブルは本来そういうメーカーにしたくてその変なのばっか作ってたのに、なぜかこう人気が出てしまって、なんか最近昨日か一昨日ぐらい
X でも見たんですけど、その要はブルーブルーのルアーは難しいから初心者は買っちゃダメだと、シマノとかそういうの買いなさいなんて書いてあって、いやなんかもうそもそも比べられることが違うんだけどなって思いながら、そういう期待値があるってことで嬉しいなと思いと、趣旨と違ってきたなみたいな。学生の頃に両親の転勤で宮城県に住んでたんですよ。はいはい。その時に初めてシーバスを始めて、シャルダスが出たんですよ。シャルダス無双です。無双ってワードが流行ったぐらいですもんね。ブルブルってからとか全然立山工場で作ってるやつはできます。はい。よっしゃ、でかい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 。折から確定する。あやったー、マイティでかいぞ最初から。70ちょっとかな。こういう世の中ないやつをねやりたいですよね。見てるだけでこれ欲しいですね。80はないかな。こういうね、やっぱ作ってる最中のルアーで釣れるともうエクスタシーがたまりません。脳汁ブシャーです。アマテラス道場。12年ぶりの最初の一匹がでかいみたいな。ロケ一発目1本目でかいです。口が開いちゃったけど78かな。まあまあ軽く78です。お、元気になってきた。目がマジになってきた。オッケー、いきます。はい、うまい。もうちょい使ってみよう。なるヒット。ポストまでイエイ。イエイイエイイエイ。出た小刻みダンス、小刻みステップ。これはアジですか？アジだ。アジっぽくない？ああ、じゃあ鈴木でした。何ですか本当に。でもすごいバイトですよ。バコーンって。バジョーンで出た。バジョーンってプロとの細までありがとうございます。テストが進みます。はい、おめでとう。とりあえず1本目は嬉しいよな。企業のジャイアントベイトはシーバスでは使えないですか？完全に上なんですよね。めちゃめちゃ邪魔で、しかもこうスライドっていうかニョロニョロ系なんですよ。だからゴーストをほとんどいじらずにああ、はい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 。使ったのに近いような気がするんですが、何センチでした？37でもちょっと GT がやっぱできらないんですよね。だからテストの結果が芳しくないんで、スライド系に変えようかって言って今いじってる最中ですね。どんな動かし方してたのさっき。こんな感じ。柔らかめ。こんな感じ。ポワンポワンとでバコーンって横でテストしてくれると倍はかどるからありがたい。ちょっと活性が上がってきたのか鳥が集まってきてますね。カモが混ざってて、カモが飛び立つ時だけ水面を叩くんで。はい、じゃあまたジャークベイト。2人とも釣られました。19センチと16センチ。16センチ。明日よろしくお願いします。出れたらすごい風予報だったけどどうなるんだろう。出れなかったらバーベキューやります。それはそれで楽しそうだからもうどっちでもいいじゃん。絶対楽しいよね。しかも多分チャフさんとこだとわけわかんないルアーがいっぱいあるでしょ。そんなルアーに囲まれてバーベキューするのは絶対楽しいからさ。さあやりましょう。いいですか？これなんですかこれ？それ平和が一番かな。小肌ペンシルって僕がこれを開発してる年にはい48倍と2キャッチというとんでもないバラシをかまして文字が刻まれました。小肌ペンシル。こういうのが遊びだよね。ホースガイルはね、スピニングとベイトでも全然アクション変わるんで、ここを起点に交互に生かす動かし方と竿を平行にこう引く動かし方ができるじゃん。竿を引く動作ってで、それの割合で動かし方が変わるんだけど、俺はこうなんか手繰る感じ、手がこういう感じを入れるとフォースガイル一番こううまく S 字書いて横に抜けるかなって。今日のこの風の流れ方だとね、さっきの小肌ちょっとでペンシル平和が一番。ベタナギ番長ってあだ名がついてて、ベタナギの時強い。ものすごいベタナギ番長平和が一番。ぬめぬめだ。いやーなんかプラとウッドの差ありますよね。どうしてもプラじゃ出せない。なんだろうな、重心の分散なのか。ダメだな。ジャークベイトだけ当たるっていうのはだけっていうかその時だけチャンスだったのかな。絶対あれ釣れる動きですもんね。でもなんか釣れなくなってったり、難しいですよ開発は。こうしたらいいんじゃないかって言ってその当たり要素を外しちゃったりで、季節が変わっていくから反応も変わるじゃないですか。だから
本当に難しい開発って。ホースガイルいきます。タックル辺に貼るで絡んで俺のも引っ張ってくれちゃってますよ。ねじれた。上手に取ろうってなってだんだん取れてきてる。今バイトの前にギラって見えたんでいると思ったらいるっていう前にドバーンと出ましたけど一瞬触ったぐらいでしたね。ジャーキングベイトでいきます。ちょっと場所が大きく変わってもう東の果てまで来たかな。なんかブローイン190っぽいやつのじゃあジリングでジリングって言わない。水色いいね。すごい釣れそう。なるは魚ちょっと10本ぐらい出して魚がいることを俺に教えてくれ。風強くなりましたね。7から9メーターどんどん流れてくるんでまあ基本真上に上がっちゃうけどね下はずっと引けないけど水受け抜群。なるべく下に置きたいから今日は渋いんだね。そういう日に当たる。よく釣れたなこいつで78センチ。風表は怖いんでこの後強風になる予報だから早めに戻ります。1時間ちょっとなんでやりきりましょう。渋い一日となってしまいましたが水色全然違うんですね。やっぱ宍道湖の魚がまだ見たことないルアーをたい焼きルアーこのが面白いな。かわいい。いやこれ釣れんすよ。つららさんのホームページで発売したつららのテスターの工藤さんって人が、ハンドメイドで何十個とか50個とか30個ぐらい作ってワンシーズンに1回ぐらい売るんですよ。で面白がって面白いなって思う人が買うっていう遊びルアーっていうんですかね。でもちゃんと作れてますけどね。なんかに当たったぞ。魚かボラいますか。ボラの背中ならわかる感触だった。容姿が綺麗って言われるのとジャーキングが綺麗って言われるのはどっちが嬉しいですか。ジャーキングなんだ。じゃあアルゴ200にします。ちょっとデカめがベイトで一日渋いっていうのもね朝渋かったら夕方良かったりするんだけど日頃の行いよくしてたんだけどな。ちょっとぜひキックノックあたりでなんか出そうな他との比較が欲しいんでぜひ船長が一番出そうな釣りをちょっと斜め前に流れてるんで斜め45度投げて川の中流してるように引くの。そう途中からなんていうの弧を描くじゃん。その時にすごい水当たるから泳ぎ出すんでちょうど一番なんか気持ちいい角度があるの船のスピードによって。これで船長が投げて出ないなら本当にテストで出ないのもいいんですけど渋いなら渋いなりの比較しながらやりたいですよね。同じフィールド同じコースで通せてルアーの良し悪しがすごい分かるその状況においてね。どうしても運で釣れることもありますからね。その時投げてたっていうそれだけじゃテストにならないからね。風吹いてきて水面が荒れてきたから足続いてください。頑張って貴重な午後の1本を。さあホースガエルいきます。アクションが一番釣れそう。ちょっとデジ巻きチックなワンピッチグリグリダーツさしてこのフラットに持ってきたんで水面直下。さああと1時間頑張ります。食った置いといたら食ったよ。置いといたら食ったよ。すごいことがある。置いといたら食いました。多分追ってきた魚こっちに見せよう。横持ちも古いね。140140です。いいね。すごいな。はいチーズいいね。顔が小さいって15センチアップしてるもんね。あんなことあんだな。多分浮いてたルアーだよね。浮いてたルアーに食ったんだよね。一群れ追ってきてそして俺にも出ろ。俺にもやった出た小刻みダンス小刻みステップ出ました。今日は3回目のせっかくだからグッて出していいね。顔が小さいってね。俺も顔が小さく生まれたかったなって思ったことはあんまりないけどブローインとフォースガエル大差ない気がするんだけどな。やっぱ細さが効いてんのかな。食ってるベイトなんでしょうね。ちょっとやっぱ餌には見えないんだろうな。お杉さんは上がっちゃったんですか昼で。じゃあ午前便っていうんじゃなくてもう渋いから常連さんですか乗ってた方。じゃあもう今日はやめようみたいな。存在してきたものと違ったんでしょう。違うな。すぐ来れる人はそうしますよね。この秋1回だからやりきるぜって感じだけど明後日もだからもう明日明後日は出られない可能性も覚悟してます。ゆえに今日かけてたのにいやこれは船長が謝ることじゃなくてもう中海に謝ってほしい。朝のイクラ丼を食べた俺たちが悪いし朝食会場入ったらなるがもう2秒ぐらいで「村岡さん
イクラがあります。カニもある。で朝食でイクラカニ丼作っちゃダメですよ。道民でダメですよ。さすが島根って思ったんだ。だから道民が悪いんだよ。すごい人のせい。まあしょうがないです。もう自然だからね。昨日良くてもあれってことあるし、逆もあるし、そんな中ね、ブロインだったらポツポツは連れていくわけですしね。そういう比較対象を得ながらいろんなテストで、今日いろんなテストできたんで本当に良かった。釣れないのもテストなんで、もうていうかアクションチェックが一番大事で、結局フィールドでめちゃくちゃ投げ込んでって、あ、こういう動かし方とかタックルも変えながら移動、はい、するというかポイントをずらすんですけど、はい、全然下手っぴだったら投げられないとかだったらタックバトルとしてもダメなんで、それなり使いこなしてるやつを集めたいですね。おった。お友達いないかな。お友達ロイン19も変わんない気がするんだよ。14と19でそんな大差ない気がするんだけどな。いや、ここです。はい、チーズ。オスがいる19センチジャーキングだと出ないですね。ロインはもうポコポコポツポツ当たってますね。風が爆風まだ上げてもないのに出ました。小刻みステップ。あ、ちょっと大きいよ。おお、いいサイズいいサイズ。やったー。今のめっちゃ気持ちよかったです。おお、ドーンズ。子供か、ドーンズ。お次はドゥーンって言います。嬉しい。何々ちゃんが泣いてたのええんってみたいな感じ手の使い方が。おお、いいね。やった最後。まだあるよ。違う。でも活性上がってきたよ。多分62ぐらいあると測っといたら66、67。やった実際ファイト中こんぐらいの10センチぐらいの細いのが結構逃げてるんで、あれはイワシですかね、サヨリかな、そんなベイト。なんかファイト中必ず自分が回収すると逃げてくんで、やっぱベイトが溜まってるところの下にいるんじゃないかな。肩痛いから本気投げしてない。何メーターだろう、70ぐらい飛んでる。でこう、うんずっと動かすやつはベイトの方がやりやすそうですね。でも結構速い時はスピニング自分持ってきますね。だから速い時用にスピニングを1本持ってたいで持ってきてるっていうか、だからパン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 、もう本当にずっとできないですけど、もうパン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 っていうのがめちゃくちゃ強い時あって、それはベイトだと手首がもげそうになるんで。この動き出そうだけどな。どうだ、ダメか。はい、ありがとうございます。いやいや、もうしょうがないです。美しい夕焼けを見ながら帰りましょう。ジャークベイトで78も取れたので楽しかったです。また来年遊び来ますんで、ありがとうございました。船長は船長できついですよね。こうどうしようもない日ってね。本当に昨日まで連れてたのかよって思われるぐらい種類ね、です。本当に昨日連れてたから。お疲れ様でした。お疲れ様。すいません。ありがとうございます。楽しかったです。期待に添えなくてすみません。いえいえ。俺は夕日が涙で滲んで見えませんよ。綺麗な夕日。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ね